1600年10月21日午前8時、関ヶ原。霧の中、東軍と西軍合わせて16万の兵が対峙していた。そしてその戦いはわずか6時間で決着がついた。なぜこれほど早く決まったのか。実は戦いが始まる前から勝敗はほぼ決まっていたのかもしれない。この動画を見終わった時、教科書とは違う関ヶ原の真実が見えてくるはずだ。関ヶ原の戦いは徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が激突した天下分け目の戦いである。豊臣秀吉が亡くなってから早2年。誰が次の天下人になるのかを決める戦いだった。今回はこの戦いを3つの視点で掘り下げていく。掘り下げる3つの視点はこれだ。第1の視点、なぜ秀吉の死後、家康と三成が対立したのかが。第2の視点、関ヶ原の戦いで何が起きたのか。なぜ6時間で決着がついたのか。第3の視点、西軍はなぜ負けたのか。本当の敗因はどこにあったのか。順番に見ていこう。まず、なぜこの戦いが起きたのかを整理しておこう。1598年、豊臣秀吉が亡くなった。天下統一を成し遂げた男の突然の最後である。秀吉には幼い息子、秀頼がいた。秀吉は秀頼が大きくなるまで豊臣家を頼むと、五大老五奉行に遺言を残した。五大老の筆頭は徳川家康であり、五奉行の一人が石田三成だった。三成は豊臣家への忠義が人一倍強く、有能な官僚だった。しかし武将たちからは頭でっかちで融通が利かないと嫌われていた。一方の家康は着々と諸大名との婚姻関係を結び、独自の勢力を広げていた。これは秀吉の遺言に違反する行為だった。三成は家康は豊臣家を乗っ取ろうとしていると危機感を抱き、反家康の墓を建てた。こうして豊臣家の行く末をかけた対立が始まったのだ。1600年7月、三成が挙兵した。その時、家康は東北の上杉討伐に向かう途中だった。家康は小山、現在の栃木県で東国の大名たちを集めて緊急会議を開いた。これが小山評定である。西で三成が挙兵したい。どうするか。そこで家康は言った。三成を討つために西に向かう。ついてきたくない者は領地に戻ってよい。しかし、ほぼ全員がその場で家康への忠誠を誓った。こうして東軍が結成された。兵力は約7万5千。一方の西軍は三成のもとに豊臣恩子の大名が集まり、兵力は約8万5千。数の上では西軍がわずかに上回っていた。1600年10月21日午前8時、関ヶ原に霧が立ち込める中、戦いが始まった。序盤は西軍が優勢だった。浮田秀家や島津義弘など強力な武将が東軍を押し込んでいた。しかし午後2時ごろ、松尾山に陣取っていた小早川秀明1万5千の兵が突然西軍への攻撃を開始した。小早川は西軍の武将だった。それが味方を攻撃したのだ。これが関ヶ原における最大の裏切りだ。小早川が動いたことで戦況は一気に逆転した。他の西軍の武将たちも次々と戦線を離脱し、西軍は崩壊した。三成は逃走を試みたが、数日後に捕らえられ処刑された。開戦からわずか6時間の出来事だった。では、なぜ西軍は負けたのか。数の上では西軍がわずかに多かった。なぜ6時間で崩壊したのか。敗因は大きく3つ考えられる。1つ目は小早川の裏切りだ。事前に家康が小早川を調略していたとされる。つまり戦う前から家康は勝ち筋を作っていたのだ。2つ目は毛利の不動だ。西軍最大の兵力を持つ毛利輝元は
大阪城にとどまって関ヶ原に来なかった。家老の吉川広家が密かに家康と通じており、毛利軍を動かさなかったとされる。3つ目は三成への不信感だ。西軍の武将の多くはもともと三成が嫌いだった。義理で従っていた者が多く、一度流れが変わると一斉に戦意を失った。つまり関ヶ原は始まる前から家康が仕掛けた罠だったとも言える。三成は真正面から戦おうとしたが、家康はその何手も先を読んでいた。関ヶ原の戦いから徳川に160年の時代が始まった。三成は義のために戦い、そして負けた。家康は策略で勝ち、天下人になった。どちらが正しかったかは歴史が答えを出している。しかしどちらの生き方にもそれぞれのドラマがある。三成を悪者として描く歴史観もあるが、近年の研究では豊臣家の忠義を貫いた男として再評価する声も多い。勝った者が歴史を作る。だからこそ分けた側の視点から見ると歴史はまた違う顔を見せる。関ヶ原は単なる合戦ではなかった。それは二人の男の生き様がぶつかり合った時代の分岐点だったのだ。今日のまとめをしておこう。関ヶ原の戦いは6時間で決着がついた。しかしその勝敗は戦う前から家康の策略によってほぼ決まっていた。小早川の裏切り、毛利の不動、そして三成への不信感、西軍の敗因は全て人間関係と信頼の問題だったとも言える。あなたは家康と三成、どちらの生き方に共感するだろうか。ぜひコメントで教えてほしい。次回は江戸幕府はなぜに160年続いたのかに迫る。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。